さんこんにちは、にゃです。今回は水が止まって災害用の簡易トイレを使い切ったら、その後はどうしよう。金銭的に今からあれこれなんて購入できないよ、なのに対しての動画になります。まずは、高齢者、障害者のいらっしゃるご家庭で、災害用トイレのベーシックな選び方は15夜でご紹介させていただいたので、ここでは割愛しますね。我が家の災害トイレは、福祉用具のポータブルトイレで、屋外、屋内でも使えるコンパクトタイプ。万が一で土を使うコンポストトイレに併用しようかと。付属品の取り外し式のバケツが小さいので、こまめに発酵場所に入れに行ったり、自己責任でトイレを加工して、座面の下部分にね、大きなゴミ箱を置くことなんかも検討中です。コンポストトイレは、大と小を分けて配列するというのがポイントなので、子供さんのトイレトレーニングや尿検査などで使う有利パンを1枚購入。使い捨てというわけではないのですが、割れやすい薄さではあります。衛生用品なので、家族以外の第三者と共有する。ご家族に感染するご病気がある、などの場合は、1枚400円しないので、個別利用にしても OK ですし、もっと安く済ましたい場合は、100円ショップのチリ取りとか上後、園芸用のホースとペットボトルで小さい方の分離器を DIY することができます。話を有利パンに戻しますと、火山灰や雪でベランダや庭で使えない場合、有利パンでは位置が合わない場合などでは、匂いの問題でぴったり便座を閉めて、室内に匂いが漏れないようにって使いたいじゃないですか。で、もし、ね、そういった災害時、そういう時が来たら、植物を栽培するためのですね、60センチ四方のグローテントをもう使っちゃおうかなと。または2000円ぐらいの三角のね、ポップアップのトイレテントを100円ショップのアルミシートを包んでテープ止めすると寒さやね、匂いなんかが少しですが違います。子供さんや関節の変形症、あと車椅子を使ってらっしゃる方で自己導入をしていない方なので、有利パンでは排尿のね、位置が合わないの場合でコンポストを使う場合は、同じく15話でご紹介した女性用採尿器に100円ショップのホースを取り付けて、ペットボトルに溜めて雨水で薄めて肥料に再利用するなどができます。前かがみができない、片腕が麻痺や欠損している、あと大人用の紙おむつを大量に備蓄するお金はそこまではないとか、うちは老老介護ですとか、そういったことでコンポストトイレは人間工学をもとに設計されたホース付きの採尿器を使うのもありです。我が家はヘビ、毒虫、イノシシが出ますので、野外での夜にコンポストを利用するならば、手早く衛生を保って、などのミッションがあるので、これは必需品。その他に、例えば避難所でトイレまでの距離が遠くて大変とか、間に合わないとか、段差があって車椅子では行かれないなどの場合は、寝たままでも座ったままでも使用することもできます。長い持ち手がついているので、しっかりと肌にレシーバーを押し当てて密着させて、細かい尿の飛び散りを防いだり、尿道口が奥まっている方とかね、生理中に尿と経血を一緒に処理したい方など、あと排泄後にトイレットペーパーで拭き取るまでの動作にストレスがかからないよう考えられて作られています。コンポストで使う場合、自宅避難の場合、あと地域の避難所での介護や介助が必要な方などに併用できる方。肌に触れる緑色の部分は柔らかいラバーのゴム製になっています。ゴム部分を取り外して隅々まで洗えるので、不衛生からの尿路感染を予防したり、別売りの交換用ゴムで長く使うことができます。男性用もレシーバーはゴム製で取り外せます。男性用コンポストトイレの利用は、大きい方と小さい方を同時じゃないと排泄できない方とか、集合住宅のベランダで使うときに匂いをね、軽減させるとか、この緑色のゴムだけを購入して、100均ショップのもので DIY してみたり、発泡スチロールなどで型を作る際の形のアイデアの参考になればと思います。話を戻しますと、尿道口の位置が高い場合で、尿道口の角度によって
どこからどこまでの範囲をカバーできるように、上後のサイズを選ぶのかっていうのは DIY するときに考慮しておけば、いや、使ってみたけど合わなかったから違うサイズをもう一個買ってこようとならずに済むのかな。次に、尿道口の位置が高い、低いで考えていくと、奥まっている低い位置とかからの尿道口の角度を考慮すると、肌に当たる上後の上部は水平なので、低い位置で角度が後ろへ排泄するタイプの方の場合で、周囲に飛び散っても大丈夫な場所ね、浴室とか、そういうところでトイレができない時には、100均の上後の一番上の水平部分にカーブをつけて、痛くないように加工するなど、一工夫が必要かもです。大人ですと高い位置と低い位置では10センチ近い差がありますので、上後で DIY するときには一度浴室などで試してみて、違うサイズの上後に変更するような場合は、100均ショップでまだ上後が売っている今のうちにでぜひ、こちらの持ち手、リウマチなどで細長いものを握れない方、持ち手が邪魔になってしまう方には取り外すことができます。寝たまま座った状態で使用するときに位置がずれて漏れないよう、あとは安定した支えになることで片手でも使えるようにってついているこのスタンドは、尿道口の高さに合わせてスタンドの長さを調整したり、邪魔になる場合は外すのも OK。こんな感じで排泄専用の用具の作りを参考にして採尿器を DIY するときにお役立ていただけましたら幸いです。ホースのついてない採尿器や安くてホースが蛇腹のね、採尿器もあるのですが、ホースが蛇腹ですと、このホースのひだに、尿石ですね、汚れが溜まってしまったり、不衛生になったりしたり、消えやすくなったりしますので、DIY する場合は、洗浄を考慮した形状のホースがおすすめです。ホースの内径はそれぞれの商品によって異なりますので、要チェケラです。金銭的にトイレ問題に備えることができない場合は、発酵させていない状態の排泄物を何も考えず、その辺の畑とか公園とかね、土手などにも適当に埋めてしまったり、その辺でしてしまうと、有事の後に畑として使えなくなってしまったり、昭和や平成の人たちには懐かしい蟯虫検査が復活することになるかもしれません。巨大地震などでは、もうそうも言ってられませんが、今回のようにエネルギー危機が起こる前の今、こうして準備する時間があるような場合のトイレ問題の場合には、復興できるような排泄物の捨て方を知った上で、お外でトイレするのは OK なのかなと。排泄物の捨て方について、動画編集が簡易的になってしまうけども、取って出しの動画でお伝えしたり、ライブ配信でね、お伝えすることもできるのかなと思っています。ご紹介させていただいた商品は国内の大手販売店からも販売されていますし、他のタイプやメーカーさんからもいろいろ販売されておりますので、多くの人が備蓄のために購入しても、福祉用具取扱店や Amazon にも在庫がありますので、介護で必要になる人が買えなくなるということはないのでご安心ください。さて、お次は前回の動画でご紹介した真空パック機。3000円台から数万円までのピンキリなのですが、今から真空パック機に出せる資金はないという場合は、購入した米袋のサイズよりね、一回り大きい圧縮袋に入れて、米袋にね、消毒した穴でプスプスっと数箇所穴を開けて、使い捨ての貼らないカイロと一緒に圧縮袋に入れるという方法でのお米の備蓄も OK。あとは、湿気の多い地域や家の場合なんかは、農林水産省が認めた3年間お米をカビや虫から守る柿渋撥水袋っていうのも使えます。とはいえ、真空にするわけではないので、この袋に入れる前の段階のお米に、極蔵虫の卵がついちゃってたら、それは仕方ないかなと。柿渋撥水袋は DIY したものが安くメルカリで提供されていますが、こちらは私が利用したことないのでご参考まで。
ネット検索で柿島撥水袋の作り方の動画やサイトがありますので、最初から真空パックされて販売されているちょっと割高なお米とか、真空パック機を買えなくっても大丈夫です。エコザクなどの太陽光真空管ガラスを購入する分の資金は食料備蓄に使いたいという方々もいらっしゃるかと思いますので、エコザクの値段の4分の1の、ぐらいの値段で代替する方法の一つですと、まずは太陽光の30話で、ご紹介した黒い艶消しのスプレーの方法っていうのを参考にしていただきつつ、3000円以内で購入できるトタン製の湯たんぽを黒くして太陽光を集められるようにします。もちろん普通の湯たんぽとしても使いますが、形状がやかんや鍋よりも薄いため、短時間で燃料を使わずにお湯を沸かすことができて、上手に就航できれば1日に2、3回に沸かしも可能で、湯たんぽを2個使えば約15リットル近いお湯を作ることができます。黒く塗ったり、黒いビニールテープを貼った湯たんぽを既存品または手作りしたソーラークッカーで生活用水として湯沸かし、お湯からできるアイラップなどの袋調理、レトルトの温めなどは太陽光でお湯を沸かして、そのお湯のその続きから固形燃料を使うなので、備蓄品の節約ができたり、赤ちゃんや寝たきりの方の体の静式、真冬のお尻拭きなど、世の中が混乱する時だからこそ、ほっとしたり、心地よい時間を数分でも意識的に作って、32話でお話ししたホルモンのオキシトシンの分泌を促し、心身の安定、痛みの軽減などのケアの役割を持つ湯たんぽとしてバージョンアップさせるのも一つかも。そうは言っても、食料備蓄でお金を使う予定があるから、ラッカースプレーやソーラークッカーまでは資金が回らないっていう方もいらっしゃるかと思いますし、固形燃料が2000個あるけれど、2000回以上火をつけるライターやマッチの量の備蓄がない場合もあるかと思いますので、ファイヤースターターもあると良いかと思いますが、肩麻痺、指に力が入らない、握ってる狙い通りに動かすのが難しいなどの方などには、ガラス製の虫眼鏡が一つあると重宝します。私も持ってるんですけど、小学生の授業でやった方も多いかと思う虫眼鏡で火を起こす。虫眼鏡の絵を固定すれば、パーキンソン病などで手が震えてしまう方でも火が起こせるかと。曇りや雨の時は、ライターやマッチ、ファイヤースターターで火起こしするのも良いかと思いますが、それらだって立派な消耗品。海峡封鎖や争いが年単位で日本経済に影響したならば、2年後とかに100円ショップがまだあって、同じ値段で売っているとかどうかはわかりません。リスクを分散させるという意味でも、備蓄品を節約して長期に備えるという意味でも、太陽光、風力、水力などを利用できる範囲で利用できるっていう知識もおすすめです。さて、こちらはソーラーパネルをポータブル電源や車のバッテリーで充電するときに使うケーブルなのですが、実は製造販売する国によってプラスマイナスが色分けされていないケーブルが国内で販売されていて、商品説明や口コミだけでは分からずに購入している場合もある代物になっております。ポータブル電源と同じメーカーのケーブルならば問題ないのですが、ケーブルの長さを延長したり、接触が悪くなって差し込み口を付け替えたりでメンテナンスが必要になる場合もあるかもしれません。うちのケーブルは差し込みのプラスマイナスが逆だったので、ソーラーパネルが作った電気を貯める段階でトラブル発生。結局差し口の取り付けのプラスマイナスが購入当初から間違ってたってことが判明して差し口をすげ替えました。こちらの回でお話しした電気屋さんにお聞きしたところ、もし電気に詳しくないならばパーツを交換するための専用工具がある方が安心だよって教えていただきました。青いレンチはプラスチック製で割れやすいのですが、金属のレンチとなると差し口の種類を選ぶそうなので、電気に詳しくない私はオールマイティーな黒いプラスチック製をチョイス。
パーツを導線に圧着するための工具は皆様のお手持ちのケーブルの外形に合ったものを選ぶ必要があります。参考で商品リンクを概要欄に貼っておきますので、そこから関連商品で検索いただくと該当商品が見つけやすいかと。レンチの大きさや厚みはこのぐらいで、圧縮ペンチはメルカリで中古品を購入してあります。そしてもう一つ、買い忘れると困るのがポータブル電源への差し口の予備かと思います。リスク分散としてポータブル電源を数個お持ちの方はすでに予備ケーブルをお持ちかと思いますが、この2ヶ月くらいで備蓄を始めた方の中には差し口の破損や接触不良を想定していらっしゃらない方もいるかと思います。とはいえ、急に追加購入しなければならないものが増えるのはお財布に優しくないかと思いますので、大は小を兼ねる的なポータブル電源の差し口が6種類ついている変換コードをご紹介。圧縮ペンチでメンテナンスまではできないけれど、差し口が使えなくなった時のために一つ差し口の予備を準備しておくのもお守り代わりになるのかもしれません。そして、買い忘れたら大変なアイテムの一つ、遊び、学び、趣味に関する商品。最低1ヶ月間は家の外に出なくてもいいように家族で遊べるおもちゃや本などがおすすめ。ここからはですね、お食事中の方や近くにお子さんがいらっしゃる方は一旦動画を停止してですね、視聴が再開できるようになってから再生ボタンをポチッと押してくださいませ。良いでしょうか？進めますね。例えば、空から降ってくるガラス性質の火山灰が落ち着くまで屋内避難する。ボートと化した人たちが外を徘徊している。息を引き取った亡骸やペットからの病原菌に感染しないように、などの目的で外に出ないというシチュエーションを想定しての玩具です。特に息を引き取って放置されている亡骸からのコレラなどの感染症対策、パートナーやお子さんの親友、同僚が飢えて亡くなる。窓の外に見えるのは苦痛に顔を歪めて横たわる何人もの亡骸。そんな状況下で冷静に考え行動することが求められるかと思います。そしてその状況下で不安に押しつぶされそうで鬱っぽくなる我が子や孫にこれから生き延びていくためにどんな思考回路を教えてあげて、どう心のケアをしていくのかが大切になってくる視点かと思います。とても大切な内容なので、この動画の続きで1本分にしようと思い、今回の動画と同時進行で作成している次回の動画、備蓄心理相談の裏側という内容で、育ってきた環境や日々の職場や学校での思考や言葉がどれだけ備蓄に影響していて、どうやって改善すればいいのかなどを対面やズームで心理相談をしている実際の資料を使って備蓄に関わる洗脳、依存の解除の方法を少しだけですが動画で作っていっています。もちろんこの相談いざという時に缶詰一つお渡しいたしませんという前提でご相談に乗っていて、私自身人に備蓄についてお話をしているのでプレッパーとは言えないので、プレッパーさんたちを応援するチャンネルというチャンネル名になっております。実際の備蓄相談で何を重要視しているのかなど、字幕作成を含めて20時間くらいの編集ですと、あと2週間弱で動画がアップできるように頑張りますので、ぜひですね、通知ボタンをポチッとしていただき、もういつアップになるんだというところで、気長にお待ちいただければ嬉しすぎます。本日も最後までのご視聴本当にありがとうございました。まだまだ寒い日が続きますので、どうかお体に気をつけて。それではまた。